おはようございます。皆さんこんにちは。菊の丸ガレージにようこそ。買っちゃいました。60歳を超えて初めての痛車、初めての真っ赤な車です。赤い車を買うっていうのは少し抵抗感あったんですけども、日本では60を超えれば真っ赤なちゃんちゃんこっていうのはマストアイテムなので、私にとってのちゃんちゃこです。ということで今日はこのアバルト500をご紹介いたします。アバルトと言いましたが、フィアットじゃないのっていう思われる方もいらっしゃると思います。で、まず最初にフィアットとアバルトの違い、これをご説明いたします。ただ付け焼き場の知識なので、詳しい方から見るとツッコミどころはいろいろあると思いますが、ご容赦ください。よろしくお願いします。まずアバルトというのはフィアットの車を改造したりパーツを自社開発していた別のメーカーです。そしてレースシーンで好成績を残せばフィアットから報酬を得られるというふうな契約を結んで、それでレースシーンで大活躍したメーカーです。ちなみに創業者がカルロ・アバルトさんです。そこから時は流れてフィアットに吸収された後もフィアットのレーシング部門として活躍をしています。一度アバルトっていうのはなくなるんですけれども、2007年に復活をしています。その時にアバルトはフィアットの別ブランドという位置づけなのでエンブレムのマークが違います。でアバルトはサソリのマークになっています。ちなみにカルロ・アバルトさんはサソリ座です。これがまたややこしくって戸籍上のサソリ座らしいです。本当に生まれた時の星座っていうのは違うみたいなんですけども、戸籍上はサソリ座になってるみたいです。ブランドの違いといえば、日本ではもうトヨタとレクサスっていうのが分かりやすいと思うんですけども、レクサスというのはトヨタの高級部門、スポーティーな車も作っていますけども、基本的には高級部門というふうな認識でいいのかなと思うんですけども、フィアットとアバルトというのは、アバルトがハイパフォーマンス部門というふうな位置づけになっていると思います。それではフィアット500とアバルト500のエンブレム以外でどこが違うかというのをご紹介していきます。まずはエクステリアの違いです。全長、全幅、全高の3サイズは全長を除いて全幅、全高は全く同じサイズです。全高はアバルトの方が低いと私思ってたんですけども、実際は全く同じサイズで、2センチか3センチぐらいメーカー純正シャコタンというのを期待してたんですが、全高の方はフィアットとアバルトどちらも同じサイズです。全長はバンパーの違いによってアバルトが11センチ長くなってます。バンパー以外に見た目で違うのは、ホイールのサイズがアバルトの方が2インチ大きい16インチになってて、マフラーもデュアルになっています。で、最も大きな違いはエンジンです。アバルト500が 1.4 リッターのターボエンジンで135馬力、フィアット500の 1.2 リッターで69馬力、ツインエアの 900cc ターボで85馬力です。135馬力自体がそんなに高い高出力ではないですけども、もともとの69馬力の 1.2 リッターに比べるとおよそ倍近い馬力を発生していますので、もう全く別の車と言っていいほどの違いがあると思います。見ていただいたら分かるように、もうエンジンルームの中がぎゅうぎゅうで、
これでターボがついているので、夏の暑い時に熱の問題大丈夫なのかっていうのは少し心配です。ドアの開閉音を聞いていただきます。最初思ったのがすごくしっかりしてて高級感のある音がするんです。もう一回聞いてください。ドアを閉める音も気に入ってます。こちらがアバルトのインテリアです。シートは綺麗です。真ん中のメーター、これがマルチディスプレイになってて、いろんな情報がこれ一つで得られます。不満なのはこのスピードメーターです。スピードメーターの針が結構太くって、今何キロ出てるのかっていうのがすっごく分かりづらいです。針がこう中心から長さがあれば細くっても視認性は悪くないんですけども、これしか幅がないので、その分視認性を良くするためにこのメーターを太くしてるんだと思うんですが、そのおかげできちっとした速度が分かりづらいです。警察にお世話にならない速度、ギリギリのところを普段攻めてるので、例えば60なら60、80なら80というスピードで走りたいんですけども、これだけ太いと中心見るっていうのも走行中見づらいですし、これがすごく不満ですね。真ん中のディスプレイにデジタル表示で速度計が出れば問題ないんですけども、探したんですけどここにもなくって、それが不満ですね。インテリアはここのボードはちょっと赤くって派手ですけども、基本的な作りはシンプルなので操作性も良くって好印象です。ナビとオーディオがついています。パナソニックのストラーダです。ナビはちょっと古い感じはしますが、ストラーダなので音自体は不満はないです。気に入らないところはターボのブースト系ですね。で、まずこのブースト系って何のためにあるのか私よくわからないのと、ちょうどこの位置が視点から見ると左の前方のタイヤの位置ぐらいになるんですよ。だから左のタイヤをギリギリ走らせたい時にこれがどうも目に入って邪魔になるので、これを位置を反対側につけててくれれば問題ないんですけども、ちょうどこの前方のタイヤに位置するところにあるのでちょっと不満ですね。あと、材質は、プラスチックです。メーターカバーだけ別の素材で覆われていて、ステッチも入っているので、高級感がありますね。で、本来ならば、これを全体に貼ってくれると、より高級感が出ていいんだろうなと思いますが、まあ私はそんなに気にはならないですね。せっかくおしゃれなイタリー車なので、このステッチは赤いの方が良かったような気がします。ペダルもアバルトになってます。言い忘れましたが、この車、2014年走行距離が12万キロの車です。けど走った感じにほとんどそのやれ感はなくって、剛性の高さも感じられますし、とっても気持ちがいいです。ヤフオクで購入したクリーニングが終わっていない車なので、例えば細かいゴミがいっぱい溜まってたり、シフトもおしゃれなシフトですが、なんか手垢がついてますね。黒くなってます。すごく汚れています。ステアリングも傷んでいます。エンジン音を聞いていただきます。
この A ピラーの付け根のところのプラスチック、ゴムが劣化してボロボロになっています。これはもう交換です。カウルトップも白くなってて、これも塗り直しが必要です。ワイパーのゴムはひどい状態です。画像からは見づらいと思いますが、ヘッドライトも少し黄ばんでいます。10年12万キロ走っている車なので、それを考えるとボディはすごく綺麗です。少しだけ手を加えることでピカピカになると思います。まだ乗り始めたところですけども、運転しててめちゃくちゃ楽しいです。車自体もものすごくしっかりしてて、例えばドアの開け閉めにしても剛性が感じられますし、足回りも硬いすぎるぐらい固めてあるので、ハンドリングもすごくいいですし、そもそもエンジンもよく回って結構速いです。ただ見ていただいたようにヤフオクで買った車なので、外装も少し手を入れるところもありますし、内装なんかは汚れたままの状態です。でこれを時間をかけて、ピカピカにしていきたいと思いますので、今後どのぐらい綺麗になるかっていうのをぜひ楽しみにしていただければと思います。それと何といっても板車なんかを買うとどうせ壊れるんじゃないのという心配は、これは私もあります。ですから今後乗っていてどこが壊れたとかいうのを正直にご報告もしたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をしてこの続きをご覧いただければと思います。今日は最後までご覧いただきどうもありがとうございました。